皆さんこんにちは、おとしんです。今日は現在開催している私の個展キュービから、展示作品の紹介を少しさせていただきたいのと、あとはこの夏に撮れたね、写真をちょっと紹介できればなと思います。いつも通り写真をお見せしながら、こんな感じでね、ゆるくお話をしていきますので、ぜひ最後までお聞きいただけたらと思います。もうすでにですね、個展を開催して最初の土日ですかね、たくさんの方にね、足を運んでいただいて、ご案内させていただきましたけれども、見た作品もね、もしかしたらあるかもしれませんが、これからね、来られる方ももしよろしかったら今回の話を聞いて、また展示作品をね、見ていただけたらなというふうにね、思います。そして今週末はですね、またトークイベントもありますので、興味のある方はぜひ、そちらもね、ご参加いただければと思います。じゃあ、早速ですね、やっていきたいと思うんですけれども、今回は展示作品の中から3つだけね、ピックアップして、そのね、ストーリーをね、お話ししていきたいと思います。それでは早速スタートしていきたいと思います。それではまず1つ目の作品がこちらになります。これはですね、今回の展示で一番初めに展示してある作品になるんですけれども、霊地という、タイトルの、作品になります。志賀高原内の池でですね、撮影しているんですけれども、早朝の、ちょっとね、寒い日の朝だったんですが、10月の上旬ですね、まだ全体的に色づきが始まる前の、シーンなんですけれども、頭上からですね、ミズナラの枝が垂れ下がっていて、そこにまだ葉っぱがついていて、その葉っぱの先端が紅葉していく、これからね、秋を迎えていく、そんなシーンを撮影しているものになります。で、ここはですね、木々たちが眠るお墓っていうところなんですけれども、結構こう池の縁にはですね、木々があるんですが、雪の重みで毎年ですね、たくさん雪が降ると、その重みに耐えれず倒木になっていくものがいくつかあります。で、今こう水が張ってるんですけれども、水がなくなるとね、そういった倒木たちが池の縁にたくさん並んでいるような、いわゆるそのお墓のようなね、木々たちにとってのお墓、眠るお墓のような、そんな存在になっています。そこにね、ちょっとずつこう足を入れ始めるようなね、そんなような瞬間を捉えているというものになります。で、右上からですね、少し枯れた葉っぱがね、こうもたれかかってきているんですけど、垂れ下がっているんですけども、これもですね、またミズナラのこの枝に対して、葉っぱに対してね、下のこのお墓に対して誘い込むようなね、そんなような意味合いもあるのかなというところになります。徐々にね、こう水にもね、すでに足を入れ始めているんですけれども、四季が迫っているような、その中で、徐々にね、こう色づいて秋を迎える、その命をね、こう全うするような、そんなような姿というのをですね、捉えたものになります。決してその秋っていうねものが分かりやすい秋ではないんですけれども、この小さな、先端部でね色づいてくる、この水ならの葉っぱっていうところにね、そういった特別な思いを感じて撮った一枚になります。続いて2つ目の作品はこちらになります。非常にシンプルな構成の1枚になるんですけれども、こちらは展示会場の階段ブースに、展示をねしております。で、これは竹和紙っていうね、印刷用紙にですね、印刷をして展示してありますので、ぜひですね、会場にお越しの際はご覧いただけたらと思います。で、このタイトルがシンパシーというね、共感とかそういった意味の、内容になるんですけれども、2つの、2本のね、木を取っています。白樺と楓の木をね、取っているんですけれども、こう両者がね、こう抱き合うようなね、そんなようなシーンをですね、撮ったものになります。で、今回私が着目したのは葉っぱの状態というところなんですけれども、白樺はですね、すでに紅葉が終わってしまっていて、若干は残っているんですけれどもね、ほぼ、終わったような状態ですね。一方、楓はたくさん、まだまだね、紅葉している葉っぱを残して、これから色づきがね、始まっていくような、そんな状態になっています。で、今回私が撮影した時っていうのは、それぞれのね、気持ちをなんとなく感じながら撮ったんですけれども、白樺に撮ってみると、もう葉っぱがなくてね、寂しいなっていうような気持ちもありつつ、お隣にこんなにたくさんのね、葉っぱをつけている、もみじを見て、少しいいなとかね、ちょっとこう葉っぱを持っていた時を懐かしむような、そんな気持ちがあるんじゃないかなっていう思いでね、いました。一方、楓にとってみれば、この隣にある白樺の状態を見て、これから先自分もスカスカになっていくのかなっていうのを感じながら、ちょっと寂しい気持ちを感じていたり、自分もね、これからスカスカしていくわけなんで、隣のね、白樺も、もうスカスカで悲しい気持ちでいるものに対して、自分もね、これから、亡くなっていくわけだから、あなたの気持ちもすごくわかるよっていうようなね、そんなようなね、両者がこう、お互いのことを思い合ったりだとか、共感し合ったりとか、そんなようなね、イメージで撮っています。そういうイメージにして、もう抱いたっていうところはですね、この幹たちがこう絡み合うようなね、お互いこうハグをし合うような、そんな姿にも見えたので、葉っぱの状態、葉っぱのね、違いとか、そんなところから、両者の気持ちをね、なんとなくこう感じながら、シンパシーというね、タイトルをつけて、
作品としました。本当にシンプルな構成で背景も真っ白という感じなんですけれども、そんな思いをね込めて撮った一枚になります。続いて3つ目はこちらの作品になります。こちらはですね、3階の展示ブースに展示をしてある作品になるんですけれども、Dreaming Now っていうね、そんなタイトルの一枚になります。Dreaming Now っていうのは何かを夢見てとかね、そんなような意味になるんですけれども、これはですね、田野原湿原で撮った一枚になるんですけれども、きっと志賀高原に来たことがある方はですね、必ず1回は行ったことがあるんじゃないかなと思うんですけれども、非常にね、綺麗な湿原で白樺がね、たくさん、生えて成長しています。で、今回はこの白樺に着目をして、この秋の時期にね、撮っているんですけれども、白樺のちっちゃな葉樹がですね、伸びていて、やっと、なんとかね、葉っぱが紅葉して、この秋を終えていくような状態なんですけれども、この場所を知っている方はもしかしたら見たことがあるかもしれないんですが、結構白樺多いんですけど、なかなか成長がですね、しにくい場所、湿原ということもあるんですけれども、結構若くして折れてしまって、倒木になっちゃうよね。そんなようなものもですね、非常に多いです。それをね、私自身もね、感じていたっていうところもあったんですけれども、なんとかね、小さく、生きて成長してきたこの小さな幼樹が、その奥にですね、ボケの中に、実は言うと、成人というと人間になっちゃうんですけど、ちょっとこう、大人になったね、白樺の幹のね、姿をぼんやりと入れているんですけれども、これはですね、この小さな白樺にとってもそうかもしれないですし、それを見ている私も、感じていることなんですが、これだけ大きい、白樺になれるんだろうか、なりたいなとか、そんなような、気持ちを込めてですね、この、フレーミングで撮影をしています。Dreaming Now っていうね、こんな風になれたらいいなとか、そんなような姿を夢見てとかね、きっとこの環境はね、難しいのかなっていうところもあるんですけれども、そんなね、小さくも頑張って生きているこの白樺の姿をですね、私はこの後ろから見て、奥の木と照らし合わせてね、そんなようなことを感じて、撮ったっていうものになります。で、きっとね、大雪とかでなかなか難しいかなと思いつつ、また今年もね、夏、見ていたんですけれども、結構ね、たくさんの葉っぱをね、つけて成長していたのでね、またこの秋どんな風になるのか、そんなこともね、楽しみにしながらね、また見ていきたいなというふうにね、思っています。はい、という感じでここまでは私のね、古典キュービから3つほどですね、作品をピックアップして紹介させていただきましたが、全部でね、40点ぐらいあるうちの3つなので、ぜひそんな視点でね、また来られる方はですね、作品を楽しんでいただけたらなと思います。また私も在廊している際は、こんな形で、作品についての思いだとか、そういった背景とかもですね、伝えさせていただきますし、どんな感じで撮ったのか、そういったテクニカル的なこととかももちろんですね、説明させていただきますので、会場に、来られた際はですね、自由にですね、私に声をかけていただければなというふうに思います。それではここからですね、もう少しだけこの夏に撮った志賀高原の作品を紹介していこうと思います。続いては先ほどのちょっと続きにはなるんですけれども、田野原湿原で撮影した作品を少し紹介できればなと思います。まず1枚目はこちらになります。朝霧が立ち込めている、湿原の中のね、白樺の姿を撮影したものになります。湿度が、高くて、風がなくてよく冷えた日の朝はですね、このような形で霧が、漂ってくれます。霧がないとですね、もちろんそれはそれですごく綺麗な場所ではあるんですけれども、夏になるとどうしても緑もね、深くなって、もさもさとして、くるところで、霧が入るとね、非常に優しい空気だとか、優しい光景に、ね、なってくれますので、特にこう早朝だとかっていうのはですね、非常に綺麗な景色に出会うことができます。この霧の濃度っていうのはですね、持続的に変わり続けているんですけれども、濃すぎてしまうとどうしても眠くなってしまったりだとか、するんで、今回ここを撮った時っていうのは、手前の、このお気に入りのね、白樺の木は少し薄くなっていた状態で、後ろは少しずつ濃くなっていく。だけど、後ろのね、木々たちの存在も遠くに行くに従って見えるような、そんなようなことを意識しながらね、撮影をしております。本当にこの夏ね、非常に暑くて、下界にいると40度近くというね、長野県に住んでいるのになんでこんな暑いんだろうっていうようなね、気持ちになるんですけれども、やっぱ高原にね、上がってきて早朝こういったね、涼しい、景色をね、涼しいんですけれども、そういったね、空気を感じてこういったね、景色を見ると、夏っていいなっていうのをね、改めて、感じましたね。そんな、田野原湿原の中にある白樺のね、霧に包まれた白樺の一枚になります。
続いてはこちらの作品になります。これもですね、志賀高原の田野原湿原の内部で撮影したものになるんですけれども、徐々に太陽が上がってきて、湿原を漂う霧も減ってきて、地表を漂うのみになってきています。そんな中でもですね、こんな感じで白樺が非常にね、綺麗で、輝いていたというところでね、撮影をしているんですが、後ろにですね、オタノモス平というね、志賀山が作った、ヨガのね、大地があって、若干ね、小高い山になっています。で、まだそこはね、影の領域になっていますので、このようなアングルで撮ると、ちょうどね、白樺たちがこう光って輝いて浮いて出てくるようなね、そんなような光の、条件になってきます。志賀高原は本当に火山のね、大地なので起伏に富んでいるというところでも光が入ってくるバリエーションだとかね、そういったところも非常に面白いのかなというふうにね、思います。今回は手前に2本の白樺を、配置して、ちょうどね、枝がこうアーチを作っているような、そんなようなね、フォルムというか、その奥に、1本の白樺がね、スンと立っているようなね、そんなような状態になります。ちょうどね、奥にある白樺をね、包み込むかのような、何かね、優しく語りかけるような、そんなような、瞬間で優しい雰囲気をね、感じたので、私はね、撮影をしています。そして、下にはですね、今年結構柳蘭っていうね、紫色のお花がね、調子が良くて、いろんなところで咲き乱れているんですけれども、夏っていうとどんな色のお花があるんだろうっていうところなんですが、結構やっぱ紫の、お花がね、綺麗かなと思います。初夏だとあやめとかもあったりしたんですけれども、ちょっとこう、夏がね、終えて秋に近づいてくると、この柳蘭があったりとか、あとは小葉義帽子っていうね、義帽子の、紫色の花があったりとかね、しますので、そういったものも、この緑の中に、差し込めると、夏の美しさっていうものもですね、ちょっと足せるのかなというふうにね、思います。そんな感じで木々たちのこう対話とかね、コミュニケーションを感じながら撮っていくっていうのもですね、非常に面白いんじゃないかなと思います。そして最後の1枚がこちらになります。これもですね、田野原湿原で撮影したものになるんですけれども、霧が立ち込めているところに朝日が昇ってきて光芒が差し込んだ、そんなようなね、瞬間を撮っているものになります。上に伸びる白樺の姿とそこに寄り添う柳蘭のね、可愛い姿っていうものをですね、合わせて撮っているんですけれども、やはり光芒が入るとね、非常に情熱的な、瞬間っていうかね、光景になるのかなというふうに思います。で、ここでね、自分はね、撮っている時にね、いいなと思ったとこなんですけれども、いいなというかね、気になったとこなんですけれども、この白樺もね、結構伸びてはいるんですけれど、枝がね、だいぶ上の方でバキバキと折れているようなね、そんなような状態になっています。で、中腹の部分ですかね、胴体のちょっと下あたりに、幹から、直接ね、また葉っぱがこう、生えてきているんですけれども、これもですね、やっぱりその白樺がこう何かしらの要因で傷ついたり弱ったりとかすると、それを補うかのようにね、新しいこう芽が出てきたりするんですけれども、それがね、ちょうど、その幹の中腹のところにね、ありますね。こういったね、湿原の中っていうのはですね、生きるのが割と大変なところもあるんですけれども、彼らもね、やっぱりこういった芽を出すってことはね、結構負荷がかかってるのかなっていうのもですね、感じますし、それでも上にね、生きようとしている姿、それをね、やっぱりこうバックライトが非常に力強くね、生命力の、力強さをね、引き立ててくれてるなっていうところもね、非常に気に入りましたし、あとはこの可愛らしいピンクのね、柳蘭がこの生えてきた新しい芽に対してね、寄り添うようなね、そんなような、温かい光景にね、すごく惹かれたのでね、こんな構成で撮っています。本当はね、他の木と絡めて撮ってもね、綺麗だったんですけれども、今回はね、この、胴体の中腹から生えてきている、このね、芽にすごくね、私は惹かれたので、それをね、ちょっとこう中心というか、主役になるようなね、気持ちで、もちろんこの木が主役ではあるんですけれども、そんなところをですね、表現できればということで、今回ね、このフレームで撮っています。条件が良ければ、こんな形で、光芒も出たりとか、するんですけれども、光芒がなくても、いろんなね、構成で撮ったりするとね、非常に面白いところですので、ぜひですね、この湿原来る場合はいろんな目でね、楽しんでいただければと思います。ということで、ちょっとね、田野原湿原のね、作品をいくつか紹介させていただきましたけれども、今回の作品紹介は以上になります。はい、ということで今回は現在開催中の個展キュービからの作品を3つほど紹介させていただきましたのと、志賀高原の田野原湿原のね、作品をね、いくつか紹介させていただきました。まだまだ私の個展も始まったばっかりで、8月の終わりまで、続いていきますので、ぜひですね、今回の話を聞いたりして興味を持たれた方は足を運んでいただけますと嬉しいです。また今回の個展を記念して作成したアートブックも、予約販売が開始となっておりますので、興味のある方はぜひそちらも手に取っていただけますと嬉しいです。またそちらについても概要欄の方をご確認ください。ということで、今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。